我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。というわけで今回は数ヶ月待っていたあのプラモがついに届いたので、それを紹介していこうと思うので、ただただプラモを作るだけではなく、お絵かき魔王目線でお絵かきのポージングフィギュアなどで使えるのではないかと、かなり前からちょっと期待していたものだったので、届くのが楽しみだったので、じゃあもったいぶらずに早速紹介するので、今回我が紹介するのはこちら、30 Minutes Sisters SISG00 リシェッタである。もう見ての通りの美少女フィギュアということで、この 30ms っていうのはもともとこの30 Minutes Missions っていうオリジナルの、特にこう版権キャラクターとかではないロボットのプラモデルっていうのを出していたんだけれども、その姉妹品、まさに姉妹品ということで、女性型の、特にこういう人間の姿により近い形のロボットの少女のシリーズが出たのであるよ。で結構もう予約も大変で、あっという間になんか予約が終わって、あそこだとできる、ここだとできない、店舗だとできるできないと振り回されたのだが、なんとかウェブで予約ができて発売日に届いて、今届きたてほやほやなのでまずはこれを組み立てて、ちょっといろいろとそのポーズフィギュアとしてどんなものなのかっていうのも含めて作っているところのメイキングと、実際にフィギュアモデルとして使えるのかというレビューも行わせていただければと思うので、またオプションパーツもいくつか買ったので、今回の動画良ければ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。そしてこの動画では基本お絵かき講座に関する講座動画を多数出させていただいており、そしてこんな風にお絵かきの上達に役立つようなガジェットやフィギュアなども同時に紹介しておるので、よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいのであるぞ。じゃあ早速このリシェッタ殿をちょっと作っていこうと思うので、久々こういうプラモを作るのです。このシリーズのアルトとかは作ったことあるんであれ、30mm の方ので、そっちも大変30分ぐらい作れるなってなったんだけど、実際これちゃんと作れるのか不安というか、細かそうなパーツなのであるけど大丈夫なのかな。じゃあいくであるよ。せーの、ぬぬーん。おお、でもすごい顔がちゃんと印刷されておる。ほら、担保印刷というのがされているから、シールとか貼らなくていいのはすごい助かるであるな。でもなんか思ったよりはパーツ数が少ないのかな。なんか思ったよりはそんなになんかめちゃくちゃ大変そうなパーツはなさそうな気がするので、これがじゃあ組み立てマニュアルかな。でもそんなに組み立て大変じゃなさそう。じゃあまずは顔のパーツとか組み立てていきましょうということで、あと魔王めちゃくちゃプラモデル初心者なので、ぜひプラモデル作り名人の方々優しい目で見ていただけるとありがたいのである。ニッパーもガンダムニッパーの入門用のしか持っておらんので、ランナーを折る、最初ランナーを折ろうで一番同士で集めておくと楽と。なるほど。顔パーツは別扱いで、フェイスパーツ A、フェイスパーツ B、フェイスパーツはフェイスパーツ B。これか。ここをこうやってパキンと折ってパートごとに集めておくと良いってことなんだね。じゃあただ2つ目のパーツはこっちに置く。ランナーウォールってちょっと斬新だの。じゃあこれがまず1のセクションで必要になるパーツで、じゃあそれ以外はちょっと一回外しておくので、じゃあこの1のパーツっていうのをじゃあ組み立てていきましょうということで、あとはニッパーとかで切っていきますと、このフェイスパーツを切って、まずはこれにはめると、これちゃんと映るの我の手で隠れないかな。ニッパーでパチンパチンパチンと、お顔のパーツができました。いや、めっちゃ成功なのである。絵の勉強になるし、これ 3D 作る方とかの勉強にもなるのでは。慣れないと間違ったところパチンっていっちゃいそうな。パチンと。じゃあこれで顔のパーツはめれたので、ちょっと髪の毛のパーツなどを組み込んでいこうと思うのである。この後ろ髪のパーツってもう4つのパーツを組み合わせて作っておるんだよな。こんな感じで髪の毛はもう4つパーツを組み合わせることで、後ろ髪の立体感とか複雑な絡みっていうのを作っておるんである。これすごいな。これちょっと今思ったんだけれども、こういうプラモを作るだけは絵のもちろん資料になると思うんだけれども、 3D とかでこういうショートヘアの立体的な髪型作ろうっていう方の作画資料としてめちゃくちゃ優秀なので、すごく良いと思うんだよね。
でこれを顔パーツとはめると、はい、これとはめる。するとこんな感じで綺麗にフィットすると。これに横髪と頭頂部と前髪の髪の毛を追加する。じゃあちょっとそのままどんどん続けてやっていこうと思うので、こんな感じで頭部が出来上がったのである。本当にシールとかも貼らずに、これだけ立体的で複雑な顔のパーツがもうものの5分ぐらいでできてしまったのである。プラモ初心者の我でもな、このニッパーで綺麗に切り取れば全然それだけで作れたので、いやちょっとすごいね。ちょっとパート1で胴体まで作れるそうなので、そこまで頑張ってまずは作ってみようと思うのである。よし。というわけで胴体パーツの完成である。いやめちゃくちゃ早くできたのである。なんかこんなに複雑なパーツ我に作れるのかなって思ってたんだけれども、このマニュアルの通りに組み立ててパチンとはめていったら本当に綺麗にできて、この腰回りのパーツとかめちゃくちゃ繊細なんだけれども、ちゃんと腰のひねりとかがつくようにできてたりとかしてちょっと興奮したので、じゃあこのまま他の手足のパーツも作って完成させたいと思うのであるぞ。これが、腕のパーツの2か。クリアだよ。じゃあちょっと時短したいのでパパッといくのである。せーの。よし。では次は足のパーツであるな。よし、いくであるぞ。よし。これでノーマルモード完成である。いやめちゃくちゃ簡単にできたのであった。だいたい小1時間ぐらいかな。本当に切ってパチッとはめるだけで全身すごい綺麗に組み立てることができたので、ちょっとこれなんか立つっぽいのでちょっと立たせてみようと思うので。というわけでノーマルモード完成してちょっとポーズ取らせてみたんだけれども、もうこうなると自然に立つのではね、すごいポーズとかも自然にできとるし、足とかもこうちょっとこの腰のパーツがちゃんと上下に動くので、こうやってちゃんと腰のポーズを立たせたりするポーズもできるっていうのがすごいんであるよな。で正座みたいに座らせるポーズも取らせることができるので、ちょっと簡単にポーズを取らせてみるとこんな感じなのである。横から見るとこんな感じで、完全にお尻がすねの裏につくというわけではないんだけれども、かなり自然にポーズを取らせることができるなという感じなのである。こんな感じでベースを使ってポーズを取らせてみたのがこんな感じである。本当に映えるポーズを簡単に作れるんだよね。こんな感じでこう可愛らしいバランスで簡単にポーズを取らせることができるので、絵を描く資料に非常に向いていると思うのである。この腰のこのひねりが本当に絵としての魅力を引き立たせてくれるというか、躍動感のあるポーズにしてくれるので、こういう躍動感のあるポーズが難しいなという方にとっては非常にいい作画の資料になるのではないのかなと思ったので、あとは単純にこの頭身バランスがやっぱり今っぽさマックスで良いんだよね。ちゃんと今の時代に好まれているこの体のバランスっていうのをすごく再現しているので、めちゃくちゃおすすめなのであるよ。というわけでこちらがアームドモードなのである。簡単なパーツの差し替えでこうやってアーマーとかをつけれるようになるので、本当にちょっとついてるだけなんだけれども、こうやって腕と足にパーツがつくだけで非常に勇ましくかっこいいポーズも取れるようになったので、めちゃくちゃかっこいいよ。この頭にヘッドドレス的なパーツがつけることでまたちょっと全体の印象も引き締まって見えるのも面白いであるな。こんな感じで尻尾のパーツもついてたりするので、ここにもまたいろんなことつけたりとかして拡張性を持って遊べたりするのかなと思うのである。こんな風にいろんな角度から見てもポーズが決まって見えるので、これを絵の参考にしたりポーズの資料にするというのは非常にありだと思うのである。あと気づいたものもあるかもしれんけれども、表情のパーツをこの横を向いてちょっと口開けてるポーズにしたので、こうすると一気にこうキリッとかっこいいポーズになっているのが分かるである。ではちょっと他のオプションパーツもパパッとお見せしようと思うのである。というわけでこちらがオプションパーツセット1、スピードアーマーをつけた状態である。本当に基本のアーマーに手足とかこの頭のアームドモードにかぶせる感じで猫耳パーツをつけることで、よりこう猫っぽい感じ、トラとかライオンとかそういう雰囲気をより強調させるポーズになっておるのが分かるである。本当に
とシンプルながらにもめちゃくちゃこうイメージの変わるポーズとシルエットを作ることができてる。本当これキャラクターとかのデザインをしたりポーズを考える時に役に立つなと思ったのである。でこちらがオプションボディパーツのタイプ G01 カラー A なのである。この全体的にこの差し色だったオレンジっぽいイエローから紫に変わったことと、あと肩とか太もも、そして胸元の肌の配色が変わったことで、かなりやっぱり見た時のシルエットとか与える印象が大きく変わったなと思ったのである。そして何がとは言わないけれども、なんかこれがいの一番に売り切れたというのも納得というか、この立体感でも本当に勉強になると思うので、そういう意味でもぜひぜひこの30ms を買う時にはぜひ手に取ってほしいパーツなのであるぞ。でこんな感じにボディのパーツも肩や太ももの付け根など交換するのが面倒なパーツの部分は差し替えずこのように残しておくこともできるので、パーツの組み替えは非常に簡単なのであるぞ。個人的に嬉しかったのがちゃんとわかるかな。この足の裏のパーツもちゃんと交換できるので、全体のカラーコーディネートも非常にしやすかったので、このオプションボディパーツっていうの、こういうのって胴体のパーツだけなのかなと思っていたんだけど、これ細かいところまでしっかり配慮が行き届いておって非常に嬉しかったのであった。ではこの30 Minutes Sisters のオプションヘアスタイルパーツを簡単ではあるけれども紹介していこうと思うのである。まずはこれ一つ目のショートヘア1、レッドであるな。結構前髪がパッツリと揃えられているので、ちょっと幼い感じであったりとか生真面目な雰囲気になっていて、その上でこの赤い髪の毛というのがすごくこうヒロイックな感じで、最初はそこまで興味がない髪型だったんだけれども非常に良い髪型だなと実際につけてみて思ったのであった。そして、ショートヘア2、こちらがネイビーというカラーで片目隠れのちょっとツンと跳ねた感じの髪の毛が印象的な子であって、ただネイビーという割にはかなり黒に近くて、言われたら確かに青みを感じるかなといった色味なので、ただ結構この髪型人気なんだろうなっていうのがわかるぐらいキャラクター作りだったりとか印象を全く変えるのでとても良いなと思う髪型であった。このショートヘアはリシェッタのデフォルトの髪型と基本後頭部の髪の毛の構造は全くもって同じなので、この後ろ髪のパーツや前髪のパーツを入れ替えることで色の組み合わせを楽しむというのもできるなぁと気づいたので、ちょっとこの後試しにやってみたのをお見せしようと思うのである。こんな感じでネイビーのショートヘアの前髪と組み合わせると結構こう面白いというか、よりアニメっぽい印象の髪型になるかなと思ったので、ちょっと切り出しが汚くて申し訳ないんだけれども、こういう組み合わせするだけでも楽しめるなと思ったのである。でこちらがツインテール1のピンクである。非常に細くて長い髪の毛、初音ミクみたいな髪型と言ったらわかるかな。今回のヘアオプションの中では一番長い髪の毛なので、これもほんとつけるだけで印象が変わるし、アップにした時のこのピンク髪の可愛らしさ、ちょっとこう断面が丸く見えとる印象はあるけれども、実際かなりシャープな作りの印象なのである。でこちらがツインテール2のイエローであるな。結構髪の毛の分けてるパーツ数が複雑だったりとか、あとはこの結んでるツインテール部分も2パーツでできているので、非常に厚みもあって立体感もあって、そこまで興味のある髪型ではなかったんだけれども、実際に装着するとすごくいい感じにお嬢様感がある髪型で、思った以上に気に入った髪型の一つであった。でこちらも同じように後頭部のパーツ構成というのは基本的に同じなので、ツインテール同士であれば前髪や後ろ髪のパーツを交換するというのもできるので、より幅が広がりそうだなと思ったのであった。では実際に 30ms のリシェッタ殿を使ってポージングを取らせてみたので、これをちょっとトレースして実際にデッサンモデルとして使えるのかというのをちょっと試してみようと思ったのである。じゃあまずはちょっと写真の不透明度を半分ぐらいに下げて、鉛筆ツールを使ってちょっとトレースをしていく。今回全体のパーツを軽く取れたらいいので、もうざっくりではあるけれども、いやでも本当に整った顔立ちなので、ちょっとこうやってなぞって描くだけでもすごく刺激になるなと思っているので、あと本当顔のバランスが良いんだよね。あとこの手首とか指の造形がすごく丁寧なので、こ
こを軽くこうやってなぞるだけでも本当に自然な指が描けるとか手が描けるってすごいと思うんだよね。あと本当に作ってて思ったのがこの手首とか腕のパーツの細さなんであるような、もっとなんかゴリゴリした関節になっちゃうのかなと思ってたんだけれども、全然そんなこともなくて、なのでこんなに細くて細かいパーツ壊れないのかなと思ったんだけど、案外しっかりしてて美少女っぽいちゃんと体のラインとかポーズが取れるのが正直予想以上にすごかったので、これはちょっと足をクロスさせて、我がよくやるんだけど立ち姿のポーズを作ってるんだけれども、めちゃくちゃ自然にできるので、本当にこういうポーズやりたいなとか、こういうポーズで絵を描きたいなっていう時にささっと全体的なニュアンスとかシチュエーションを作ることができるので、本当に人体をパパッと描きたい、デッサンをしたい、クロッキーをしたい、ポージングの練習をしたいという人にはすごくおすすめなので、これでちょっとできたので一回非表示にしたら、やっぱ今っぽい、かなり今っぽい体型バランスで、結構下半身をしっかり描くとか、上半身とか肩幅がちゃんとそれに負けないようなデザインになっているので、これは本当マジで使える作画資料というかポージングフィギュアになるなと思ったし、腕とか肩とかのポーズをしっかり描きたいなっていう方は本当肩を上下して描くことができるので、これで本当にいろんな角度を見ながらそれをなぞりながらクロッキーをしていくだけで簡単にポーズを描くっていう練習をすることができると思うので、ぜひそういう目的でも買って全く損をしないぐらいしっかりと学ぶことができるし、あとはやっぱりポージングの練習だとかライティングの練習だとか、そういうのにも非常に適しているプラモデルだと思うのであるぞ。というわけでいかがだったかの？今回はお絵描き目線でデッサン人形としての使い方や様々なバリエーションを紹介させていただいた。本当に安価で買えて、かつこれだけいろいろ動かして魅力的なポーズを簡単に作り出すことができるので、ぜひ購入できる機会があれば購入してみてほしいのであるぞ。また今後も新しい追加パーツや新しいモデルも追加されるとのことなので、30ms の公式サイトをぜひ見てもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。